醤油屋さん、値上げの後まで考えて動いてるのだ。値段を上げるだけじゃ足りないってことね。厳しいわ。そこに海外も入ってくるの。想像より話が広いじゃん。今年11月からかなり広い範囲で値上げなのだ。中東情勢の影響で容器や包装フィルムまで上がるのがしんどいわね。アーシの教材代が上がるのとは重みが違うじゃん。だからこの老舗は国内だけじゃなく海外も強めてるのだ。売り方を広げて穴を埋めるわけね。その判断は割と筋がいいわ。醤油を粉にするの、発想がちょっと面白いよね。液体のままだと使い方が限られるから形を変えてるのだ。現地の使い方に合わせるのが大事ってことね。山椒風味まであるなら味の幅も構想じゃん。アメリカでは現地の好みに合わせて動いてるみたいなのだ。大都市だけじゃなく地方都市にも広げるのが狙いなのね。まだ入ってない場所を先に取るって結構賢いじゃん。海外の売り上げを今の前にしたいって先を見た動きなのだ。国内が苦しい時に別の柱を作るのは悪くないわ。みんななら値上げされたら買うかちょいお墨かどっちよりじゃん。僕は味が好きなら少し高くても納得しやすいのだ。私は必要な分だけ見るわ。無駄買いはしたくないもの。アーシは試せるなら一回は見てみたい派だよ。スーパーのお米の平均価格が3400円を下回ったのだ。久しぶりにその線を切ったのね。ちょっとホッとする人もいそうだわ。家計の空気少し軽くなりそうじゃん。しかも何週も続けて下がっているのがポイントなのだ。値段がじわじわ落ちるの買う側には助かるけど店側は難しいでしょうね。新米が出る前に棚を軽くしたい感じか。提出物前の机みたいよね。氷リア卸の在庫がかなり溜まっているらしいのだ。家にまだ残ってるなら焦って重ね買いしない方が無駄が減るわ。だから値下げして動かすのか。お米って動きがあるとすぐ値札に出るじゃん。銘柄米とブレンド米で下がり方に少子差があるのだ。味重視か値段重視かで選ぶ人が分かれるわね。アーシは普段用はブレンドでも全然あり派だよ。今年の初めと比べるとかなり下がってきているのだ。買うタイミングで印象がかなり変わる数字ね。みんなはお米買う時にまず見るのって値段？それとも銘柄じゃん？僕は毎日使う分は値段も見るけど玉の楽しみは味なのだ。私は家計が苦しいから値段優先よ。アーシはちょっといいのを少しだけって日も欲しいじゃん。愛媛の2つの銀行が経営統合に向けて基本合意したのだ。基本合意ってまだ最終決定じゃなくて進め方を揃えた段階よ。銀行同士が組むってかなり大きい話じゃん。統合すると総資産が12兆円を超える地域の銀行グループになる見込みなのだ。数字だけ見ると大きいわね。人口が減る中では守り方も変わるのよ。地元の人からすると相談しやすさが残るかが気になるじゃん。今のところ合併までは考えていないらしいのだ。つまり名前を消すよりまずは器を大きくする感じね。それなら利用する側も急に混乱しにくそうだよね。狙いは地域の金融サービスをもっと強くすることなのだ。金利がある世界になると預金を集める競争も熱くなるわ。金利って預けたお金に少子差がつく感じでしょ。それで争い方が変わるよね。そうなのだ。預ける側にも差が出るから銀行同士でお客さんを取り合いやすくなるのだ。造船みたいな大きい分野にお金を入れやすくなるのもでかいわね。同じ県の中で組むから地域の産業を支えやすいってことだよね。僕は使う人が便利になるなら前向きに見たいのだ。私は案内が分かりやすいかどうかが一番気になるわ。アーシは窓口がちゃんと残るなら安心だなって思うじゃん。金沢つながりで石川県の名前の来歴がちょっと面白いのだ。県名の由来って意外と知らないわね。石川県ってもともと石川郡の名前から来ていて、その石川郡も手取川の古い呼び名に関係しているのだ。川が元ネタなの。なんか渋いじゃん。しかも県庁が今の金沢じゃない場所に移った時期があっても
県名はそのままだったのだ。引っ越しても名前だけ残るの、ちょっと面白いわね。だから金沢の話を聞くときも、県名の来歴までたどると見え方が変わるのだ。今日は値上げも値下がりも統合もあって動きが多かったのだ。概要欄にリンクも置いてあるから気になったところを見てちょうだい。高評価してくれると、アーシも嬉しいじゃん。じゃあまた次回なのだ。